皆さんこんにちは。今回の旅は大阪府にある泉佐野。関西空港と連絡橋で結ばれた町です。ほほう、ということはイケイケどんどんの都会ですなと思われるかもしれませんが、私が訪れるということは下町感バリバリ、しかも昭和だけでなくバブルの残像あり、ぐんぐん遡って大正や江戸時代の面影まで残っている時空がバグった街なのです。関西空港から日本各地への通過点ですが、通り過ぎるのはもったいない。時代が折り重なる泉佐野、じっくり巡ります。ということで南海電鉄難波駅にやってきました。ターミナル駅独特の雰囲気、何度来てもテンション上がります。目指すは南海線の泉佐野駅。今日はちょっと奮発して特急ラピートで向かおうと思います。いつか乗ってみたいと思ってたので、ようやく念願かないます。以前からこのチャンネルをご覧いただいている皆さんは大丈夫かと不安がよぎっていることでしょう。特急サザンに乗り遅れ、特急荒野は運休で乗れず、南海の特急とはことごとく相性の悪い私。果たして南海特急三部作、ハッピーエンドとなるのでしょうか。ご期待ください。新しくなったグラン天空です。乗りたい。高野下駅の駅舎ホテル、九度山駅のレコードカフェ竜王、高野山の旅最高でした。全く同じコースをもう一度たどりたいくらいです。思い出に浸っていたらラピートが入線してきました。かっこいい。顔が特徴的なんですよね。鉄仮面なんて言われてて、鉄人28号に例えられたりします。私はナンノちゃんのスケバンデカを思い浮かべるんですが、皆さんはどうでしょう。さて今回乗るのはラピートアルファなんですが、ベータもあって停車する駅の数が違います。アルファがすっ飛ばす早い方、関西空港まで30分ちょっとで着きます。ちなみにラピートはドイツ語で早いだそうです。なるほど。ではいよいよ乗り込みます。乗車時間間違いなし、運休なし、これにて南海特急三部作、無事ハッピーエンド確定です。わお、広い。そして高級感あふれてます。楕円形の窓に頭上にはハッチ式の収納スペース、飛行機気分を盛り上げてくれます。6両のうち5号車6号車がこのスーパーシートでゆったり3列、グリーン車の位置づけで1人に与えられる面積が広いです。1号車から4号車は4列シート。もちろん料金が異なるんですが、ここで朗報です。特急ラピートアップグレードサービスというのがありまして、南海特急チケットレスサービスで会員登録して購入すると、なんと通常料金でこのスーパーシートに乗れちゃいます。会員登録は無料だし、これを使わない手はありません。皆さんもご利用の際はぜひ。決して南海電鉄の回し物ではなく、ただの一ファンです。ということで乗車券にプラス550円でこの豪華な空間を手に入れました。で、面白かったのがシートの柄。わかりますか？ヒョウ柄です。関西のおばさま仕様。妙に落ち着くのはこのせいなのかもしれません。ところでこのラピート、2031年のなにわ筋線開業に合わせて新型に刷新されるそうです。乗れるうちにじゃんじゃん乗っておきたいです。さあ、名残惜しいですが、今回の目的地泉佐野駅に到着しました。ラピートとはここでお別れです。特急を含め全列車が停車する泉佐野駅、なかなか立派な駅です。本当にこの町に昭和どころか江戸が残ってるんでしょうか。早速駅から出てみたいと思います。東出口、西出口となってますが、地図で見ると東出口が駅の南側、
西出口が北側にあるんです。それでなくても方角に弱いのに頭の中がごちゃごちゃです。まずは東出口、つまり南側にある観光案内所に行って地図をゲットします。駅直結、泉佐野市観光情報センターにやってきました。あまりに目立たないのでちょっと迷いました。なぜ目立たないかは後でわかります。さて入り口前には特産品がずらり。泉州タオルは知ってましたが、それ以外は特産品だと知らないものばかりです。アリナミンには驚きました。で、地図をもらってと思ったらいくつもあって、あれもこれもいただきました。観光地の香りが漂ってきます。普通の街にはこんなに地図ないですもんね。とこいっぱい泉佐野。本当にいっぱいありそうです。あと係の方がとっても詳しくて親切でいろいろ教えてもらいました。中でもひときわ強烈だったのがこの子。顔面に犬って書いてます。泉佐野市公式キャラクター犬鳴金の分身ゆるな金だそうです。何でも犬鳴金が修行中分身の術に失敗して生まれたとか、なかなかぶっ飛んだ設定です。ちなみに腰に巻いてるのは泉州タオル。地元愛を感じます。そもそも犬鳴金とは話が長くなるので、興味のある方はぜひググってみてください。もちろん犬鳴金だけではなく江戸エリアの情報もゲットできました。準備 OK。 それでは街に繰り出します。まずは駅の南側から見ていきます。駅前はこんな感じ。いきなり昭和感が爆発してます。そして奥に見える高層ビルはバブルの残像。南側は昭和とバブルのコーナーです。ただ振り返れば令和がいる。令和5年にできた駅前のホテルです。駅前にも程があるほどマジで真ん前。観光情報センターが目立たない理由もこれでした。2018年、まだホテルがなかった頃の様子がこちら。駅がのびのびしてます。で、現在の駅名看板がこちら。なんということでしょう。至近距離からじゃないと見えません。その代わり、ホテルの下にスタイリッシュな看板がついてました。駅前の昭和感とのコントラストがすごい。私の好みは断然向こう側なので、令和を背にして進みます。まずは駅上商店街。駅の上じゃないけど駅上商店街。どうやら山手を上、海側を下と呼ぶので駅上らしいです。1960年代後半にできただけあって昭和の趣ありまくりです。
昔は日医もあったという記事を読んで、子供の頃連れて行ってもらった商店街の日医を思い出しました。1階に生活雑貨、2階には寝具があって、タオルケットや枕を買ってもらうのがとても楽しみでした。バンビとかキャンディーとかウルトラマンとか、未だに売り場を覚えてます。ご覧の通りシャッターが降りたお店も多くて少し心配ですが、規模も大きく味わい深い商店街。この風景はずっと残っていてほしい。そう願わずにはいられません。こちらは駅前の景色で存在感を放っていた泉佐野センタービル。関西空港の開港に合わせた再開発の一環でできた建物です。1992年の完成当時は泉佐野一の高層ビルでした。1992年といえばまさにバブル崩壊の直後、その影響をがっつり受けてバブル遺産なんて言われたりしてます。ただ今ではオフィスビルからホテルメインに様変わりしたそうで、街のシンボルとして立ち直っててほしいです。ところで駅前からずっと見えてたもう一つの超高層ビル、正直に言いましょう、何の迷いもなくハルカスだと思ってました。何十分も電車で移動してきたのにまだ見えるのすごいな、さすがハルカスだなって。違いました。正体は臨空タワー。お隣の臨空駅にあるビルです。ハルカスと形似てますよね。10人中8人は間違うんじゃないでしょうか。さあ、負け犬の遠吠えはこれくらいにして、次は駅の北側に向かいます。北ですが山側ではなく海側です。地図によると懐かしい景色が広がっている様子。楽しみです。駅の高架下を通り抜けて駅の北側、つまり海側にやってきました。さすがに慣れてきました。で、駅前はこんな感じ。さっきと違ってロータリーもないし、なんだか随分雰囲気が違います。でもこちらにも商店街らしきものがあって、いい味出してます。駐車場や住宅になっているところもちらほらあるんですが、老舗と新しいお店が入り混じっててごちゃ混ぜ感にワクワクします。それにしても駅の向こうにあるのにホテルの存在感たらすごい。令和と昭和が交錯しています。そして平和な通りの先に見えてきたのがラスボス感ある商店街の入り口。立派な看板に気分が盛り上がってきました。でもここでお腹が空いたのでお昼ご飯にします。この近くに元ホニャララを改装した素敵なお店があるんです。ホニャララ、一体何でしょう。ヒントはものすごく分厚い扉があります。今歩いていた駅前通りからすぐ、お昼ご飯会場はこちら。純喫茶ではなく朝からお酒が飲める純喫酒。なんとも魅力的な響きです。とてもシックな店内、程よいライティングが落ち着きます。そしてここが元何だったのか、それがわかるお部屋に案内してもらいました。最大のヒントはこの分厚い扉。実はこの建物、元銀行の一部で、そしてこのお部屋は金庫だったそうです。時代的に聖徳太子が積み上がってたんでしょうか。それにしても素敵な世界観にうっとりします。
そして肝心のお食事はおいしい。ハンバーグもサラダも丁寧に作られているのが伝わってきます。老舗洋食屋さんの看板メニュークラス、ボリュームも満点です。食後にコーヒーもいただきました。こちらも注文してからハンドドリップで入れてくれる丁寧なお味。美味しかったです。お店の方も親切で居心地抜群。近所にあったら間違いなく通いまくります。地元の皆さんが羨ましい。さあ、お腹も心も大満足したところで、さっき見かけたラスボス商店街に挑みます。あの立派な看板の先にどんな景色が広がっているのか楽しみです。立派な看板の翼通り商店街にやってきました。上のイラスト、体操選手が鉄棒しているように見えたんですが、体操と商店街の共通点が思い浮かばず、よーく見てみると飛行機でしょうか。右が尾翼で真ん中が翼、そして上には人だとしたら巨大ですが、いずれにしても翼を意識したマークには違いありません。調べてみると、関西空港の開港に合わせて付けられた通称だそうです。もともとは本通商店街と定禅寺前商店街でした。今は2つ合わせて翼通り商店街です。ラスボス級と言いましたが、正直なところちょっと寂しい感じです。ただこの通りは江戸時代参勤交代に使われていた街道で、歴史は半端ないです。ここでついに出てきました。江戸。令和昭和バブル、そして江戸。ここは通過点なんかじゃねえ。泉佐野の本気をこの後見に行きます。とその前に素通りできないお店を発見しました。私の辞書に商店街の天ぷら屋さんを素通りという文字はありません。ちょうど揚げたてをいただけました。ごぼ天。熱いから気をつけてと言ってもらって、本当に熱い。持つのも熱い。果たして口に入れて大丈夫なんでしょうか。大丈夫でした。美味しい、美味しすぎる。次から次へとお客さんがやってきて、皆さん大量に買っていくのも納得です。お店の方もとっても親切で、泉佐野のマストで立ち寄るリストに追加。天ぷら全種類制覇したいです。ではいよいよ素敵な神社を抜ければ、そこは江戸です。神社から少し歩くと味わい深い街並みが現れました。この辺りは佐野町場と呼ばれる旧市街。江戸時代から続く町割りが今も残っていて、細い路地が複雑に入り組んでいるのが特徴です。
迷宮都市と呼ばれていて、初めて訪れた人は絶賛迷子になるそうです。早速迷子になりたいんですが、まずはこちらで予習してから。江戸時代中期に建てられた新川家の町屋が開放されています。醤油作りで栄えた家で、当時の姿を今に伝える貴重な文化財です。建物そのものも見応えたっぷりなんですが、ガイドさんの説明も聞き応えたっぷり。町の歴史や見どころをとても丁寧に教えてくださいました。佐野町場は豪商飯野家を中心に栄えた町だということ。町の繁栄とともに広がり、路地が複雑に入り組んでいること、空襲を免れ蔵や町屋がたくさん残っていること、そして独特な町割りから迷宮都市と呼ばれていること。初めて歩く町もこうして少し歴史を知るだけで見え方が変わります。なんだか愛着も湧いてきました。そうそう、昔遊びなどのイベントもされていて、それにつられて視聴者の皆さんにアンケートを取りました。子供の頃に夢中になった昔遊びを教えてください。たくさんのコメントが届きました。答えてくださった方、ありがとうございます。後ほどレポートします。ということで、準備万端、迷宮都市に繰り出します。迷子、覚悟の上です。街そのものが博物館。まるで江戸時代にタイムスリップしたような情緒あふれる街並みが続きます。先日訪れた奈良の御所を思い出しました。ただこちらは新しく建て替えられた住宅も多くて、さらに道路拡張の計画もあるそうで、少しずつ景色が変わっているそうです。とはいえ、いくつもの地図から伺えるように、この街を大切に保存しようという動きもあるし、懐かしさと暮らしやすさ、うまく共存できるといいなと思います。続いては大正時代に向かいます。この街の奥行き、やばいです。今日はかなりの気温で、もはや夏。歩き疲れたのでお茶休憩にします。さっき話した大正時代へのタイムスリップです。こちらは大正時代に建てられた建物で、もともとは酒屋さんでした。リノベーションされてとってもおしゃれなカフェに変身。居心地がいいのなんの最高です。
畳にゴロンと寝転がりたいという衝動を抑えつつ、美味しくのんびり過ごしました。今日はいつも以上に歩いてて、すでに1万5,000歩超え。かなりクタクタだったんですが、バッチリリフレッシュできました。ごちそうさまでした。ではそろそろ今日お世話になるホテルに向かいます。泉佐野ならではの個性的なホテルです。一旦駅まで戻ってきました。今日お世話になるホテルへは電車で向かいます。泉佐野駅から一駅、リンクータウン駅に到着しました。この先、連絡橋を渡れば関西空港です。本当は飛行機に乗ってぴょーんと旅立ちたいところなんですが、そうは問屋が下ろしません。でもなんとその欲求を満たしてくれるホテルがあるんです。こちら、オモ関西空港 by 星野リゾート。のっけから飛行機マークが出迎えてくれます。そう、ここは至るところで空港気分を味わえるホテルなんです。飛んでいけない私を楽しませてくれる、そんな仕掛けが満載です。とにかく洗練されてて目がずっとハートです。空港で謎にテンションが上がるあの感じ、バッチリ味わってます。そしてお部屋はこちら。広さは普通なんですけど、バスとトイレがセパレートなのと洗面台が独立しているのが嬉しい。大浴場もあります。部屋着も可愛い。もういちいち素敵で目がハートから戻りません。そして気になるビューは、関西空港見えるんでしょうか。残念、街ビューでした。でもこれはこれで練り歩いた泉佐野の街を一望できて感慨深いです。そして実はお楽しみの本命はここから。このホテルでの晩ご飯をものすごく楽しみにしてました。景色が最高な21階のダイニングにもちらっと寄りつつ、さらにその上にあるお目当ての場所に向かいます。夕日最高でした。そしてお楽しみの晩ご飯、お目当てはさらに上の階です。なぜこんなにも楽しみなのかというと、こちらビアバーという文字が飛び込んできました。夜な夜なでピンときた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そう、ここはクラフトビールの王道、夜な夜なエールがプロデュースしたクラフトビールを存分に楽しめる場所なのです。ビールはもちろん、お料理も、そして景色も最高でした。もう大満足。関西空港に用がなくても、このホテルに泊まるためだけに来る、十分ありだと思います。この後はこれまたおしゃれな大浴場で疲れを癒して、明日に備えます。おはようございます。2日目の朝です。
今日も暑い一日になる予報。そんな日にぴったりの威勢のいい場所を訪ねます。どこか懐かしい子供の頃を思い出す風景が登場するので楽しみにしていてください。まずは一旦泉佐野駅に戻るので電車に乗って向かいつつ、ここでアンケート結果を発表しておきましょう。子供の頃に夢中になった昔遊びを教えてください。堂々の1位は別単でした。結構ぶっちぎりです。私もたくさん持ってました。特にカウンタックとかフェラーリとかスーパーカーものが多かったです。あと女子的なものではリリアンしました。和田岬の動画で披露したんですけど、ちゃんと手が覚えてました。そして出ました。スーパーカーの消しゴムレース。ノック式ボールペンのバネで飛ばすんですよね。今考えると超地味。でも休み時間のたびに机にかじりついて大盛り上がりでした。三角ベースも懐かしい。人数足りない時はヒットを打っても一塁透明とか言って、走者が透明人間、なかなか強引でした。他にも室内ものではあやとり、ビー玉、おはじき、屋外ものはカンポックリ、軽泥、ゴム跳び、ブランコの靴飛ばし。皆さんの思い出が止まりません。このコメント欄読んでると楽しいという声も届きました。わかります。私も忘れてたことをたくさん思い出させてもらいました。いやー、これは皆さんに読んでいただきたい。概要欄にリンクを載せておくので、よかったらぜひ。ということで、泉佐野駅に到着。目的地へは佐野町場を通って向かいます。昨日散々歩いたはずなのにまだ知らない道があって、さすが迷宮都市です。そうして歩いていると大きな通りに出ました。この辺りから先、関西空港ができるまでは海だったそうです。防波堤の名残もありました。ここまで来れば間もなく目的地、かつて海だった場所に突入します。高速道路をくぐってほどなくして見えてきたのは泉佐野漁協の青空市場。大阪府屈指の漁獲量を誇る泉佐野漁港に直結。競り落とされた鮮魚が即お店に並ぶ市場です。新鮮でしかも安いということで大人気。これは期待できそうです。すごい活気です。お店の方の威勢のいい声が飛び交っていて、つられてパワーがみなぎってきます。子供の頃によく行った市場の魚屋さんもこんな雰囲気でした。懐かしいです。食堂があるのでお昼ご飯をいただくことにしました。メニューはこちら。観光地っぽい一面もあるのでもっと高いかと思いきや、全然そんなことないんです。まずは至福の一杯をいただいて、でもちろんお寿司を。うまい。マグロのうまみがすごいです。これはたまりません。そしてもう一つ、なんで市場でカレーやねんという声が聞こえてきそうですが、大きなエビフライとカレーの写真にノックアウトでした。いただきます。エビフライ、衣の中もちゃんとエビでパンパン。美味しい。そしてカレーも侮れません。なんだこの美味しいの大渋滞は。
マグロの握りとカレーの組み合わせ、案外いけることを今日知りました。いやー、大満足。ごちそうさまでした。ではせっかくなのでこの辺りをちょっと散策します。買い物や食事だけじゃなくて、この場所自体が魅力的でとても癒されました。来てよかったです。昭和、大正、明治、江戸、いろんな一面を持った泉佐野を巡りました。関西空港への通過点とは言わせない、一泊二日でも味わい尽くせない魅力的な街でした。この動画を見て時空がバグった泉佐野で迷子になりたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。普段は MAX の8倍ズームを使うことなんてないんですが、この時ばかりはあってよかったと思いました。かわいい。ピッピちゃん、絶対聞こえてる。